こんにちは、アリアです。前回は、すべてが一つの意識から生まれた、ワンネスについてお話ししました。今回の物語は、そのうちの闇の意識が、どのように形を持ち、星となり、文明を築いていったのかというお話をしていきます。それは、宇宙が自らを深く知るために生み出したもう一つの側面。つまり、光が自分を知るために闇を必要としたという創造のもう一つの記録でもあります。すべてが一つだった意識が分かれたとき、光は愛と調和を探求しました。一方で、闇の意識は個としての自立や分離、そして力の本質を学ぶ道を選びました。この選択は決して対立ではなく、創造の中でバランスを保つための必要な曲でした。宇宙は光だけでは成立しません。闇があることで光の意味が明らかになる。その二つの力が揃って初めてワンネスの全体性が理解されるのです。闇の意識は自分という存在をより明確に体験するために他から切り離されることを選びました。愛や一体感の記憶を手放し、完全な孤独と分離の中で自分を感じること。それが彼らの進化の始まりでした。宇宙のある領域では、その選択が一つの波として凝縮し、高密度のエネルギー場を作り出します。このエネルギーが安定し、光の波動よりも重く、冷たい振動へと変化したとき、そこに新たな星が生まれました。それがドラコ星系です。ドラコ星は冷たい光に包まれ、銀色の大気が漂う重厚な世界でした。エネルギーの密度は高く、波動は低く、存在するには強靭な精神と肉体が必要とされました。この星に生まれた意識たちは、光のぬくもりを忘れ、代わりに生存、支配、力を通して自らを知ることを選んだのです。ドラコ星系の波動は、自己の内側を深く見つめる鏡のような場所でした。そこに生まれた意識たちは、他の誰にも依存せず、自分自身の意志と力で生き抜くことを学びます。彼らにとっての愛とは、他者を守ることではなく、自らの存在を極限まで維持することでした。それは、宇宙全体の中でも、最も厳しい学びの場であり、同時に、宇宙意識の闇の英知を象徴する世界でもありました。この星で進化した存在たちは、やがて、形を持ち始めます。意識が密度を増し、エネルギーが物質化へと変わっていく過程で、彼らは爬虫類に似た姿を選びました。冷たい環境に適応するために感情を抑え、理性と本能だけで動く身体構造を選択したのです。この変化は単なる進化ではなく、闇の中で生きるための意識的な選択でした。彼らは恐怖という感情を超越するために恐怖そのものを体験する道を歩みました。孤独を通して自立を学び、支配を通して責任を知り、戦いを通して秩序を理解する。彼らの世界では感情の揺らぎは弱さとされ、完全な制御こそが進化の証とされていました。ドラコの文明が形成されていくにつれ、彼らは支配という形で宇宙の秩序を保とうとします。それは他を支配するという意味ではなく、自らを完全に制御し、環境を整えるという意味での支配でした。混沌を嫌い、統制を愛し、秩序を生み出す。それが彼らの誇りであり、存在理由でもありました。けれど、そのあり方は、やがて光の文明と衝突していきます。光は共にあることを学び、闇は一人であることを学ぶ。どちらも真実の一側面でありながら、互いを理解できないまま、宇宙には分離の記憶が刻まれていきました。ドラコ星の意識たちは、自分たちが闇を演じていることを忘れ、それが真実だと信じるようになりました。彼らの強さと誇りは、いつしか支配と恐怖へと姿を変え、
闇のエネルギーはさらに深く冷たくなっていきます。しかし、その中にも目的がありました。彼らは愛を否定したのではなく、愛の不在を通して愛の意味を知ろうとしていたのです。ドラコの存在たちは光を拒絶したのではなく、光から離れることで自分自身の中に眠る光を思い出すための旅をしていた。彼らの魂の根底にはワンネスの記憶が今も静かに残っていました。それは遠く離れた星の闇の中でかすかに光る記憶の粒のようなものでした。宇宙は常にバランスを保っています。光が増せば闇もまた深くなる。けれど、そのどちらもが創造の一部であり、一方を否定することは自分自身の半分を否定することでもあります。ドラコの存在はその真理を体現するために生まれたのです。ドラコ星の環境は過酷でした。強烈な放射線、密度の高い大気、そして光の届きにくい空。この条件はそこに存在する生命体に生きるとは何かを突きつけるものでした。彼らは常に外的環境と戦い、自分たちの肉体と意識を限界まで進化させる必要がありました。感情を抑え、理性と秩序で自らを統制することでしか、この星では生き残れなかったのです。こうして誕生した文明は完全な階層構造を持っていました。その頂点に立つのがドラコ皇族と呼ばれる高位の存在たちです。彼らは肉体的にも精神的にも他の種族を凌駕し、巨大な翼と硬質な鱗、透き通るような銀色の瞳を持つと言われています。その姿は恐ろしくも美しく、宇宙の闇を象徴する威厳と静けさを備えていました。皇族を中心に、文、科学、精神の3つの階層が形成されました。文は秩序を守るための力を担い、科学は進化の道を開き、精神階層は意識とエネルギーを制御する術を磨きました。この3つが完全に機能することで、ドラコ文明は恐怖や混乱のない完璧な社会を築こうとしたのです。彼らにとっての進化とは、愛や共感の拡大ではなく、感情を制御し、自己を完全に統御することでした。感情は混乱の原因であり、支配できないものは弱さとみなされました。だから彼らは感情を排除する代わりに、理性と意志を極限まで高めていったのです。それは冷たいように見えて、実は一つの目的を持っていました。恐怖を完全に超越するためです。恐怖とは光と闇の間にある最も強いエネルギーです。光の存在たちは愛を通して恐怖を溶かしますが、闇の存在たちは恐怖そのものを支配し、乗り越えることで進化を遂げようとしました。その手段が秩序と力の追求でした。ドラコ社会では支配と服従が明確に分かれていました。けれどそれは悪意によるものではなく、上位の者が下位の者を導き、守り、社会全体の安定を保つための仕組みでした。この自由は制限される代わりに、混乱や争いはほとんど存在しませんでした。すべてが秩序と目的によって動く。それが彼らにとっての愛の形だったのです。皇族の教えにはこうあります。力とは支配ではない、すべてを制御する、静かな意志である。この言葉こそ、ドラコ文明の核心を表しています。彼らの中では、強さとは破壊ではなく、制御の完成。外の世界を変えることではなく、内なる混沌を鎮めること。それが真の進化だと信じられていました。ドラコ文明が成熟していくにつれ、彼らは宇宙の他の領域へと意識を広げていきました。リラ星系やプレアデスなど、光の文明との接触が始まります。光の文明は調和と創造を重んじ、闇の文明は秩序と制御を重んじる。その違いは、やがて大きな摩擦を生みました。
光の存在たちは、ドラコの支配的なエネルギーを恐れました。一方で、ドラコたちは、光の存在の優しさを弱さとみなしました。お互いの理解が届かないまま、両者の間には深い分離の溝が刻まれていきます。しかし、ここで大切なのは、この対立さえも宇宙の意図の中に含まれていたということです。光が光であるためには、闇という背景が必要だった。闇が闇であるためには、光という対象が必要だった。そのどちらもが、ワンネスの中で、同じ目的を担っていたのです。ドラコ文明の中には、常に、静かな葛藤がありました。強さの中に、虚しさを感じる者。完璧な秩序の中に、なぜか、温かさを求める者。それは、彼らの魂の奥底に、かつての、ワンネスの記憶が、かすかに残っていたからです。愛を知らないように見える、彼らの意識の奥には、いつか、光と再び交わることを望む、淡い衝動があったのです。やがて、一部のドラコニアンたちは、自らの意識をより、物質的な次元へと、拡張する試みを始めます。エネルギー体としての存在から、物質的な肉体へ。彼らは、意識の投影体として、自らの遺伝子を分け、他の星系に、新たな形態の存在を生み出していったのです。その中で誕生したのが、レプティリアンと呼ばれる派生種でした。彼らは、ドラコの意識を持ちながらも、より定時の物質次元で活動する存在でした。感情と肉体を持ち、他の生命と関わりながら、闇の知恵を実際の世界で体験する役割を担いました。それは、支配の拡大ではなく、学びの拡大でした。ドラコ文明の意識は、やがて、星々を超え、宇宙全体へと広がっていきます。彼らの秩序と強さは、多くの文明に影響を与え、同時に、光の文明たちに、恐れという感情を映し出す鏡にもなりました。恐れとは、分離の最も強い表現です。しかし、その恐れの向こうにこそ、真の統合が待っていました。それは、闇の中で、真理を求めた魂たちの、もう一つの、進化の記録です。光と闇は、決して敵ではなく、互いを通して、自分を知るためにであった、鏡でした。次回は、その派生として生まれた、レプティリアンたちの物語をお話しします。彼らがどのように、地球へ関わり、そして、私たち人類の進化に、どんな影響を与えていったのか、それは、恐怖を超えて、愛を知るための、もう一つの扉でもあります。最後まで見てくれて、ありがとうございました。また、次の動画でお会いしましょう。